20年ぶりに、カンプノウが陥落した。そう、本当に起きたのよ。みんなこんにちは。にわかじゃないのだ。ずんだもんなのだ。今日もサッカーのあれこれを見ていくのだ。こんにちは、メタンです。今回はチャンピオンズリーグ2026準々決勝、バルセロナ対アトレティコ戦2戦をまるっと振り返るわよ。ファーストレブボどうして出さなかったのだ。はい、レッドカード。触れちゃいけないとこに触れるからよ。概要欄から気になるとこに飛んでみてくれても OK なのだ。だからチャンネル登録どうかと浮かしてくれさいなのだ。ちゃんと言いなさい。ズンメタ準々決勝への道のり。まずベスト16の結果なのだ。バルセロナはニューカッスルと対戦したのだ。ファーストレグはアウェーで1対1の引き分け、セカンドレグはホームで7対2の圧勝、合計8対3で7対2ってずんだ餅なのこと普通の餅2個くらいの差のだ。圧倒的なのだ。その例え全然わかんない。一方アトレティコはトッテナムとホームで5対2の大勝なのだ。ゴールキーパーの悲劇があった試合だったのだ。よく覚えてたね。アトレティコはアウェーで2対3と負けたけど合計7対5で突破。セカンドレグで負けたのに突破。2試合トータルで多い方が勝つってその仕組みを考えた人天才なのだ。何のためのホームアウェーだと思ってんの。今シーズン実は6度目の直接対決。この準々決勝今シーズン6度目の直接対決なのだ。多くない？内訳はリーガで2回、コパレルレイで2回、チャンピオンズリーグで2回。コパレルレイの準決勝でも戦ってたのだ。ファーストレグはアトレティコが4対0で圧勝だったのだ。だからカンペ見ながらそのまま読むのやめてね。バルセロナはセカンドレグで3対0と意地を見せたけど合計3対4でアトレティコが突破したわ。つまりコパで負けてて直近のバルサはアトレティコにずんだ餅食べられてる感じなのだ。食べないと思うけど、まあ相性の問題はあるかもしれないわね。ズンメタファーストレグ2026年4月8日、カンプノウ。バルセロナのスタメンは4231。ヤマルニエバニラッシー。すんごい前線なのだ。ラッシー。対するアトレティコは442。シメオネって監督と同じ名字なのだ。ジュリアーノ・シメオネはシメオネ監督の三男坊だよ。本当に関係者だったのだ。そうなのだ。ファーストレグ前半。試合開始からバルサが押し込む展開だった。18分、ラッシュフォードのシュートがゴールに入ったかに見えたが、オフサイドで取り消し。ヤマルのポジションは良くなかったわね。入ったのに取り消しなのだ。ずんだ餅を口に入れた瞬間に取り上げられた感じなのだ。汚いわね。44分、VAR で配るシガレットカード。バルサ10人に。最初は黄色だったよね。VAR で赤に変更されちゃった。44分でレッドカード。僕がずんだ餅3個食べ終わるくらいの時間で退場なのだ。もうその時点でメンタルがくずんだもんになるのだ。くずんだもん何者。45分フリアン・アルバレス先制フリーキック。0対1。アルバレスのフリーキックは完全に不可視だった。23メートルからコーナーに突き刺した一撃。どんなゴールキーパーにも届かなかっただろう。23メートルってコンビニから電柱に3本分の距離かな。そこからコーナー狙って蹴り込んだのだ。しかも10人になった直後のタイミングでアトレティコえげつないのだ。前半終了で0対1。バルサは1人少ない状態で後半を迎えることになった。後半もバルサは攻め続けた。しかし54分、プビルのハンドが見逃された。バルサは UEFA に公式抗議を提出したけど、判定は覆らなかったのね。一人少ない上に PK まで取ってもらえず。それでもまだ守れないの？もうこれ前日とかじゃなくてただの崩壊じゃん。バルサファン自身が崩壊って言ってるのだ。一人少ないのに攻め続けた精神力はすごいけど、それが守備の穴になったってことけ？その攻める姿勢が守備にスペースを生んでいた、とも言えるわね。70分アレクサンデル・セルロート追加点。0対2アシストルッチェーリ。セルロートの仕留め方は職人そのものだった。いとも簡単そうに見せてくれたが、あのスピードのクロスをコントロールするのは並大抵じゃない。セルロート、ルッチェーリのクロスをいとも簡単に仕留めた。すげえ。試合終了。0対2アトレティコ。ファーストレグはアトレティコが2点リードで折り返しとなった。ファーストレグスタッツ解説オプタ。実はデータで見るとバルセロナの方が圧倒的に攻めていたの。ボール支配率 55%、対 45%、シュート18本、対5本、枠内8本、対3本、パス成功率 91.8%、対 75.1%、エクスペクテッドゴールズもバルサ 1.16、対アトレティコ 0.45 だったの。これって期待値的にはバルサが勝つはずだったのに、現実は逆だったってことなのだ。やっと覚えたわね。
バルサはボールも持ち、チャンスも作った。しかし10人では最後の人出しが足りなかった。エクスペクテッドゴールズの予測値をアトレティコは毎回その予測を無視して勝っちゃってるわ。シメオネ、マジックって命名するのだ。珍しくセンスいいじゃん。そしてアトレティコのカンプノー勝利は2006年以来20年ぶりだったりする。20年ぶりなのだ。シメオネ監督が現役選手として活躍してた時代の話なのだ。感慨深すぎるのだ。20年ぶりにここで勝てた。これが毎日積み上げてきた理由だ。今夜の選手たちは最高だった。数的優位があったとはいえ、自陣に構えてカウンターで仕留めるシメオネの哲学が結果に直結したファーストレグだったわ。ズンメタキックス。海外ファンの声1ファーストレグ後カンプノーでの衝撃を語る。シメオネはバルサとチャンピオンズリーグで当たるたびに勝ってる。バルサを3回叩き出した。本当にすごい記録だ。バルサとのチャンピオンズリーグ対決3回全部勝利。シメオネ監督、バルサキラーなのだ。なんで苦手意識植え付けたまま毎回勝てるのだ。呪いなのけ？ホームのカンプノーで0対2という結果はバルセロナにとってかなり痛かったよね。アトレティコが GTA6 より先にチャンピオンズリーグを制覇する可能性もある。 GTA6 まだ出てないのだ。アトレティコのチャンピオンズリーグ制覇と GTA6 ファンはどっちも待ちかねてるのだ。アトレティコは2016年に決勝まで進んでるけど優勝はまだなんだよね。 GTA6 を待ちながらアトレティコのチャンピオンズリーグ優勝も待つ。ファンの忍耐力がすごいのだ。僕ならずんだ餅食べながら待つのだ。そこは応援チームが優勝するまでずんだ餅はお預けでしょ。ダメなのだ。無理なのだ。バルセロナの抗議、棄却 UEFA 公式。もちろん却下されたよ。認めたらウェファーの面目が丸つぶれだもん。ファーストレグの後、バルセロナはウェファーに審判の判定について公式抗議を提出したのよ。でも4月13日、ウェファー懲戒倫理委員会がこれを受理不可と判断。辛辣なのだ。組織ってそういうものなのかもしれないけど釈然としないのだ。組織として審判も守らないといけないしね。バルサのことを被害者扱いする人たちには呆れる。歴史ある名門クラブがいつもこうして被害者面するのは情けない。ルール的に見て 100% 明らかなペナルティーだよ。それを取らないなんて馬鹿げてる。ボールはデッドだったんだけど、いい加減にしろよ、バルサファン。ハンドがあったかどうかで意見が完全に二分されてるわね。どちらの言い分にも一理あるから判断が難しいところね。シメオネのダークアーツの影響が深くまで及んでいる。ウェファー審判員まで支配下に置いてるんじゃないか。ダークシメオネ監督、さすがにそれはないのだ。だよね。さあどうかしらね。ズンメタキックス。セカンドレグ2026年4月14日スタジオメトロポリタノ。セカンドレグ、バルセロナはクバルシが出場停止。痛すぎるのだ。クバルシの代わりにエリック・ガルシアが先発。フォーメーションは同じ 4-2-3-1。ラッシュフォードを外してフェルミン・ロペスとフェラン・トーレスを先発起用。エリック・ガルシアとジョアン・ガルシア。バルサにガルシアが2人いるのだ。僕も2体欲しいのだ。あなたが2体いたら収集がつかないからやめてね。アトレティコはハンチコが欠場。代わりにランクルがセンターバックに入って 4-4 に継続。セカンドレグ前半。4分ラミン・ヤマルゴール。0対1。わずか4分でヤマルがゴールなのだ。4分って僕朝起きて布団から出るまでの時間より短いのだ。比較対象が変すぎる。一気に試合の空気が変わった。バルセロナが攻め立てる展開に。24分フェラントーレス追加点。0対2。フェルナンド・トーレス、まだいたのだ。いないわよ。フェラントーレスよ。顔も全然違うでしょ。2点リードが追いついた。ここからリセット開始。31分アデモラ・ルックマンゴール。1対2。アトレティコがまたリード。ルックマンのゴールはバルサが立ち直れなかった急所打ちだった。プレッシャーの中ですっと冷静に決めたまさにアイスコールドなフィニッシュ。ジョレンテのアシストからルックマンが一発で仕留めたのだ。まさにアイスコールドなのだ。何がまさになのよ。バルセロナはここから1点取らないと延長にもいけない。30分以上残ってるけど状況は厳しいわね。57分フェランのゴール。オフサイドで取り消し。ああ、フェランがゴールしたのにオフサイドで取り消しされたのだ。エリック・ガルシアが出ちゃってた。2試合連続でゴール取り消し。ファーストレグはラッシュフォード、セカンドレグはフェラントーレス。バルサ、絶対ずんだ餅を粗末にした呪いがかかってるのだ。そんな呪いは存在しないわよ。てか普通に嫌なんだけど。74分ジョアン・ガルシアスーパーセーブ。ガルシアのあのセーブがバルサの望みをつなぎ止めた瞬間だった。あの反射神経は圧巻だ。エリック・ガルシア。79分、セイルロートへのファウルで VAR レビューの末に退場。ゴールを守るジョアン・ガルシアがスーパーセーブ。攻撃側のエリック・ガルシアが退場。同じ名字なのに明暗分かれちゃったのだ。それは確かにそうね。バルサのセンターバックはレッドカードコレクターになったな。2試合連続で退場者を出した。しかも両方センターバック。
フリックにとって最悪の展開ね。89分にアラウホ投入。ラストチャンスにかけた。試合はそのまま終了。1対2でバルセロナが勝ったけど、合計3対2でアトレティコが準決勝へ。やれることは全部やった。でも2試合で2枚のレッドカードはほぼ不可能な状況を生んでしまった。完璧でなければならなかったのに、そうはなれなかった。ほぼ不可能な状況だった。フリック監督の言葉、重いのだ。でも言い訳なしで正直なコメントだと思うのだ。セカンドレグだけ見れば、バルセロナは内容で上回っていたしね。それだけに退場が痛かったわ。2試合の結果まとめ。ファーストレグ0対2アトレティコ。セカンドレグ1対2バルセロナ。合計3対2でアトレティコが準決勝進出。試合を振り返ってみます。アルバレスチャンピオンズリーグシーズン9ゴール、アトレティコのチャンピオンズリーグ1シーズン最多得点記録更新。チャンピオンズリーグで1シーズン9ゴール、アルバレスは今まさにアトレティコの歴史に名を刻んでいる。ああ、アンデスターシー。うったったね。よく知ってたわね。相変わらずに若侮れず。アトレティコは2017年以来9年ぶりのチャンピオンズリーグ準決勝進出ね。9年ぶりって僕の冬眠より長いのだ。年単位で冬眠できるのはあなたぐらいだから大丈夫。何が大丈夫なのだ。今シーズン6試合対戦、コパもチャンピオンズリーグも全部アトレティコが突破。リーガは現状バルセロナが上位。シメオネのゲームプランはバルセロナを完全に研究し尽くしていた、ということかしら。バルセロナは両レグで退場者。チャンピオンズリーグ同一チームが準々決勝連続退場は近年稀なケース。2試合連続でセンターバックが退場。バルサとしては守備崩壊じゃなくてレッドカードホルダーなのだ。試合の前にレッドカードを使い切らないようにしてほしいのだ。レッドカードは人数分無尽蔵に出せるけどね。ひえ、バルセロナにとってはファウルマネジメントが今後の大きな課題になったわね。海外ファンの声にセカンドレグ後逆転を狙ったバルサ、届かなかったレモンタダ。試合後に名場面があったのよ。シメオネ監督がバルセロナサポーターに向かって寝ろとストレートすぎるのだ。一方でラフィーニャもこんなジェスチャーをしたのよ。後で謝罪してるけどね。あなたたちは次のラウンドで負けるよ。挑発してすぐ謝罪のコンも気持ちはわかるのだ。負けて悔しい時に抑えきれなかったのだ。次の準決勝で的中するかどうか私たちは楽しみながら見届けましょう。アトレティコはすでに準決勝に片足を踏み込んでる感じ。ムッソが今日はオブラクになった。ムッソがオブラク？オブラクはアトレティコの伝説的なゴールキーパー。はえ、その伝説の人と並べられるのは大きな褒め言葉なのだ。バルサの猛攻をセーブしまくったのだ。セカンドレグのムッソのセーブ数は試合の行方を大きく左右したもんね。また同じパターン。また退場者。バルサはチャンピオンズリーグで過去20年間で最も多い退場者を記録してる。アラウホ、ゲリック、クバルシ。審判を批判する前に自己批判が必要だ。チャンピオンズリーグ過去20年最多退場。バルサ、それは記録したくない記録なのだ。連続退場シリーズができちゃうのだ。こら、エリック・ガッシャー。33試合でチャンピオンズリーグ史上4番目に多い退場回数。これは笑えない記録だね。黒歴史になるのだ。なんか使いどころが違くない？てか、33試合で4番目 ?1 番目は誰でどんな記録なんだろう。どうなのかな？ごめん、調べてない。誰か知ってたら教えてください。バルサファンの心の声。普通に負けることってできないの？どうしてバルサはいつも最悪な形で中納？これは哲学的な問いなのだ。バルサというクラブはいつも劇的な形で中納が伝統なのかもしれないのだ。ドラマが多すぎてファンが疲れちゃうのかも。悲しいけど絶望はしてない。シーズン前からこのチームがチャンピオンズリーグを制覇できる実力じゃないことは分かってた。バルサファン、意外と冷静。これがベテランバルサファンの境地なのだ。期待しすぎると傷が深いから心を守るために現実的になるのだ。僕も毎年ずんだ餅が売り切れることを前提に考えているのだ。危うく感心するとこだったわ。シミオネの采配がまず素晴らしかった。それ以外の何者でもない。リスペクトするしかない。アンチでも認めてるのだ。シメオネ監督、試合に勝ってアンチも黙らせるのだ。欧州リーグ圏のブラケットがベスト8で消えた。バルサのリーグフェーズが楽すぎたってこと？皮肉ってるのよ。アーセナルの Z プレーでアクアーツ対シメオネの刺激サッカー。この対戦、忘れられないものになりそうだ。死みたいなのだ。次はアーセナルとアトレティコが準決勝で当たるのだ。準決勝は2試合とも0対0で PK 戦になりそう。どっちも守備重視で0対0が2試合になりそうで怖いのだ。0対0が2試合続いて PK 決着。それはそれで意外たい試合になりそうね。
速報アーセナル0対0スポルティングクルーベでポルトガル2戦合計1対0。アーセナル準決勝進出。次の対戦相手、準決勝、アトレティコマドリード対アーセナル。今回の勝者アトレティコは次回アーセナルと対戦が決まったわ。アルバレス、セルロート、ルックマン、この動画で話したメンバーでそのままアーセナルに立ち向かうのだ。シメオネ監督対アルテタ監督の采配バトルも見ものなのだ。アトレティコはカンプノーを制したけど、アーセナルのエミレーツも難攻不落の要塞。準決勝がどうなるか楽しみだわ。シメオネのアトレティコを相手にアーセナルがどんなサッカーを見せるのか楽しみなのだ。ベスト4確定、チャンピオンズリーグ2025-26準決勝の顔ぶれ。他の準々決勝も結果が出たわ。パリ・サンジェルマンがリバプールを4対0で下して、バイエルンがレアル・マドリードを6対4で撃破。レアル・マドリードが6対4で負けた。バイエルン強すぎなのだ。カンプノーだけじゃなくてベルナベウへも同時に落とされたのだ。さらに言えなくなってるわね。ベルナベウ。ベスト4が揃ったよ。準決勝の対戦は2カード。パリ・サンジェルマン対バイエルン・ミュンヘン。そしてアトレティコ・マドリード対アーセナルよ。優勝確率オプタスーパーコンピューター予測。オプタのコンピューターが優勝確率を再構成したわよ。アーセナル 36.75%、バイエルン 34.61%、パリ・サンジェルマン 19.35%、アトレティコ 9.29%。アーセナルが一番高いわね。アトレティコは一番低い 9.29% なのだ。でも、今シーズンのシメオネがエクスペクテッドゴールズを無視して勝ち続けてきたのを見てると、コンピューターの予測は予測ってだけ感じ。さすがダークシメオネ。コンピューターすら支配下におっかもなのだ。アトレティコ対アーセナル直接対決成績UEFA全大会、3試合、アトレティコ1勝1分け1敗、得失点、2得点5失点。綺麗に勝って負けて引き分けて、1回ずつなのだ。ほんとね。因縁の再戦今季リーグフェーズアーセナル4対0アトレティコ。そういえばこの2チーム、今季すでに一度対戦してるのよ。リーグフェーズでアーセナルがアトレティコをエミレーツで4対0と大勝してるわ。4対0、エミレーツで4対0でボコボコにされたシメオネが今度はノックアウトステージで仕返しに来るのだ。これリベンジマッチ、燃えるのだ。ノックアウトステージとリーグフェーズが全然別物なのは、このバルサ対アトレティコ戦で十分証明されたしね。今回の試合結果は、ずんだ餅より衝撃的だったのだ。でも在庫切れの時のずんだ餅ショックにはかなわないのだ。あなた今回ずんだ餅のことばっかり。さては、本当に売り切れてて買えなかったんじゃない？今回の動画では、チャンピオンズリーグ2025対26準々決勝、バルセロナ対アトレティコマドリードの2試合を詳しく振り返りました。試合の結果、合計3対2でアトレティコが準決勝進出です。そのアトレティコが次に戦う相手は今回のチャンピオンズリーグで一度戦っているアーセナルなのだ。準決勝も要チェックなのだ。この動画が気に入ってくれたら高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。どうかお願いしますなのだ。ではまた次回お会いしましょう。またね。